皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回は、ダムの水位に変化があった件と、前回よりもよりくっきりした衛星画像が出てきたので、詳しく見てみた件についてじっくりネチネチお話ししたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月16日、地上波テレビでは全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は150メートル93でした。2日前と比べると75センチの下げ。今月7日の夜に底を打った後、上昇し続けてきましたが、ここに来て低下に転じています。このチャンネルで水位が急上昇しているとワイワイ騒いでいるので、慌てて対応したのかという冗談はさておき、これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点で、上流の観測所の流入量は毎秒8400立方メートル、三峡ダムの流入量は毎秒13100立方メートルでした。差分については毎秒4700立方メートル。おとといと比べて、上流の寸丹観測所はマイナスの2500、三峡ダムもマイナス2500に。ここのところ両地点ともに減少傾向となっています。なお、長江の最上流の金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点、毎秒2860立方メートル。前回に引き続き大幅に減らしているようです。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒16800立方メートル。単純に割り算をすると 54% の発電状況で17基前後の発電用タービンが稼働中と推測。前回同様、その量を大きく増やしています。今月4日以降、この時間帯では放流を絞り続けてきましたが、そろそろ調整局面ということかもしれません。いつものように、三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示します。まずは上流にある高架波ダムについて。濃い青のラインの放流量はさらに絞っており、同時に流入量も減少しています。一連の動きを見る限り、このダムとさらに一つ上のダムで連動して、流量を減らそうとする意図が感じられます。従来の通常運転に戻したということでしょうか。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量はピークを超えて引き続き減少中。今後、高架波ダムで放流量を絞った分が、三峡ダムの流入量へ影響し始めるものと思われます。一方でグレーのラインの放流量は上昇に転じており、流入と放流のギャップがほぼなくなりました。そして昨日の最新データが出てきたので、グラフに載せるとこのようになり、高架波ダムの方は大きくは変わらず。三峡ダムの流入量は減少する一方、放流量はさらにアップ。このため、三峡ダムの水位はこれまで上昇傾向にありましたが、低下に転じることとなります。Nishi Yang Channel。三峡ダムの現在の水位について現状を確認しておきます。冒頭お伝えしたように、直近では水位は低下傾向にありますが、今月に入り急激に水位が下がった後、しばらく上昇傾向が続いていました。三峡ダムでは毎年、水位低下任務というのがあり、あらかじめ決められたラインまで下げないといけないため、今年はとりあえず148メートルという、偽りのような目標を掲げておき、それを下回ったので任務完了としています。何度も取り上げている通り、本来は145なのはご存知の通り。それでは過去のデータはどうだったかというと、こちらはマクロマイクロが公開している2015年からの実績データです。ご覧の通り、6月の初旬に最低水準まで下げて、何度か発生する洪水に対応しています。落ち着くとまた水位を下げるといった運用を繰り返していることがお分かりいただけるかと。
ところがここ数年は様子が一変。2023年と去年、そして今年と、本来のラインまで下げきらずに、水位低下任務の完了を宣言。青枠の期間を拡大すると、去年はすぐに折り返して上昇、今年に至っては、まるで鋭利な刃物のように、一瞬だけ彼らが目標だと主張するラインにタッチしただけ。これで洪水に対応するために水位を下げて、調節容量を確保したというんですから、笑っちゃいますよね。その後はご案内の通り、急激に水位が上昇。当チャンネルでワイワイ騒いでいるからかどうかはわかりませんが、直近では少し下げています。このグラフを見ると、確かに2022年あたりまでは、きっちり水位が調整できていたものの、近年になって、もう従来の運用を維持できなくなっているのではないかと推測しています。もちろん官製メディアはそんなことには一切触れませんが。前回、センチネルの衛星画像で、今月13日に撮影されたものを確認したところ、光の反射の加減からか、あまりはっきり映っていなかったのですが、15日に出てきた最新画像では比較的鮮明に映っているので、現地の様子を詳しく見たいと思います。全体的な話で言うと、ちょうど1ヶ月前の画像と見比べてわかる通り、水の色が濁っています。5月の中旬はまだ一連の大雨になる前だったので、水の色は澄んでいました。昨日はというとダムの上流側、そして下流側ともに濁ったように見えます。次にダムの周辺を見てみましょう。下流側に目をやると、左岸の発電設備から、そして右岸からも発電で使われた水が放水されている様子が確認できます。これを見る限り、32基あるタービンのほとんどがまんべんなく稼働していることが推測できます。一方で中央の放流設備は閉じたまま。泥を排出するゲートについて視聴者さんからたくさんご意見をいただくのですが、当局が発表した情報によると、ダム建設当時は排鎖ゲートが使われていたものの、完成を前にコンクリートで封印したと発表されています。ただし、1ヶ月前の画像を見ていただくとわかる通り、なんか流れているようにも見えて、当チャンネルでは封印の件については信じていません。封印したけど実は漏れているという可能性なら、なくはないんでしょうけど。次に上流側のここのところ、流木を含んだゴミなのか、白く濁った塊が見えます。この辺りはゴミ回収船が係留されているところなので、普段はこんな状況ではありません。そしてモヒカン島の部分。1ヶ月前は島への取り付け道路の一部が沈んでいましたが、今ははっきり道路が確認できるようになりました。また、上流側にある半島部分。ここは公園として開放されている場所になり、同じく以前に比べて半島の先があらわになって見えるようになっていて、水位が下がっているということがこれでわかります。最後に船を上げ下ろしするための水路について。船が5段式のプールに止まっている様子が何とか確認できます。この時期になると三峡ダムが大放流で下流の町が水没だとか、崩壊寸前の危機だとかといった動画が多く出回っていますが、昨日の衛星画像を見る限り、三峡ダムはまだあるようです。天気予報サービスのウィンディで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後2時までの様子。長江の上流、下流ともに多少の雨はあるでしょうが、特に目立った雨雲は見られません。前線が南に下がっていることもあり、南部の沿岸地域では予想通り強めの雨になっている模様。次に、今後の予想を見てみます。直近で言うと三峡ダムの上流地域で、まとまった雨はなさそうですが、徐々に前線が北上し始めると、長江の上流下流、そして最上流で強めの雨になるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が34度、最低気温が21度で曇り時々晴れの予報。これから本格的な雨になりそうな感じがします。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。フィリピン国防省、中国は真実語る者に制裁、自身の訪中禁止に毎日新聞が伝えています。記事によると、フィリピンのテオドロ国防相は12日、中国が自身と家族に中国への訪問を禁じるなどの制裁措置を課したことを受け、中国は自らの偽りに対し、真実を語る者に制裁していると反発する声明を出した。ロイター通信が報じた。彼らが我々の海で犯している悪行に立ち向かい、国を守り抜くと表明した。フィリピン外務省も11日夜、中国の措置について、二国間関係をさらに複雑化させる非友好的な行為だと批判した。以上、フィリピン国防省、
中国は真実語る者に制裁、自身の訪中禁止についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国によるフィリピン国防省への制裁を見ていると、南シナ海や東シナ海で抱えている問題の多さがまた浮き彫りになった感じ。大国であるなら周辺国との対話や信頼づくりに力を入れるべきですが、実際には相手を威圧したり、経済問題をちらつかせたり、批判する人物に制裁を科したりする場面ばかり。日本に対しても新型軍国主義などと決めつけ、各国で告げ口のような外交をしていますが、そんな態度で尊敬を集めるのは難しいでしょう。むしろ周辺国の警戒感を強めているだけの話。フィリピンは昔のように中国の圧力に黙って従う国ではなくなっています。南シナ海での対立が続く中で、日本も大型、中型巡視船の供与を進めており、海上保安分野での連携は確実に強まっています。日本は単独で立ち向かうのではなく、フィリピンをはじめ、価値観を共有する多くの国々と連携しながら、あちらさんの一方的な動きに向き合っていくのが一番良いかと。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。三峡ダムの放流設備の部分を断面図で見ると、このようなイメージで3種類の水門があります。上から順に、非常用洪水簸、常用洪水簸、そして排鎖ゲートと呼びます。最初に常用洪水簸について、名前が示す通り、洪水を調節するための水門になります。年間を通じて常に使われるわけではなく、出水期となる6月から9月のうち、大雨により、大量の水がダムに流れ込んだ時に限って使用されます。2020年は大洪水となったため、何度もこのゲートが使用されましたが、2022年と2023年は一度も使われることがありませんでした。ちなみに、2024年と2025年は一度だけでした。こちらは、常用洪水簸からの放流開始シーン。最初は、泥を多く含んだ放水ですが、時間が経過するにつれ、白い色に変わります。年に一度、見れるかどうかのレアシーンですから、今年は何度見れるか興味深いところ。次は、非常用洪水簸です。名前から想像できるように、あくまでも非常時に使われる水門。先ほどの写真で言うと、ここの部分になります。三峡ダムの場合、飲み口は180メートル付近にあり、放水路を通って下流側に流されます。ここにはゲートはないので、自然越流式。通常、ダム本体が完成すると試験淡水といい、満水までダム湖に水を溜めて異常がないか、貯水側の糊面崩壊などがないかなどを確認するフェーズがあります。排鎖ゲートについてはまたの機会に。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までの6時間のレーダーの状況。沖縄・奄美地方と九州南部に雨雲ががっつりかかっています。ニュースによると、今日は雷を伴って激しく降るところもあるとのこと。昨日、沖縄では線状降水帯発生かと言われるほど激しく雨が降ったようで、梅雨前線の位置に注意したいところです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。